はい、ハンバーグサンド作っていきます。ハンバーグね、いろんな作り方あると思うんですけど、今回はもう卵とかも使わずに、玉ねぎと、あと舞茸ですね。舞茸は細かく切って、ひき肉と一緒に混ぜ込んでいくという感じのやつやろうと思います。はい、非常にかっこつけた玉ねぎの皮の剥き方やっております。これなんかね、プロの人がこうやって剥いてるの見て、なんかすごいかっこいいなと思ってね、無理やりやっております。で、とりあえずみじん切りですね。玉ねぎみじん切りしていきます。でこのみじん切りの仕方もね、玉ねぎの場合ね、いろいろあるとは思うんですけど、最終みじん切りになればいいと思ってます。どっちみちね、ある程度切った後はガシャガシャガシャって切っていきますんでね。で、みじん切りのね、この大きさもね、いろいろ人によってね、この粗めの玉ねぎが好きとかね、いろいろ好みあると思うんですけど、僕は生の火が入っていない玉ねぎがあんまり得意ではないもので、とりあえず細かめにしまして、で、がっつりね、バターで飴色玉ねぎにしていきたいと思います。飴色玉ねぎっていう、こうネーミングね、正式名称じゃないですけど、このしっかり炒めて、弱火でじわじわと炒めて、そうすることによってこの飴色の美しい色のね、玉ねぎになるっていうね、いい響きですよね、飴色玉ねぎね。生の玉ねぎはあんまり好きじゃないけど、この火がしっかり入ってしんなりしてる玉ねぎは割と好きっていうね。これが何なんですかね。微妙なとこですよね。いますよね。トマトは食べられへんけどトマトジュースは好きみたいな人もいますしね。さあフライパン出していきまして、でバターですね。バターを入れます。これバターでね、この玉ねぎを炒めるっていう、これ美味しいんですよね、やっぱね。でも僕ももうバターを使うときはね、バターのカロリーがとかであのちょっと控えめにしとこうかとか、そういう意識はもう全くございません。もうどうせ使うんだから、もうバターを使うってことはもうカロリーを気にせず美味しくするっていうことなんで、これ中途半端に使ったらね、中途半端にカロリーとって中途半端な美味しさになりますから、これはもういけません。しっかり入れます。バター使うときはもうバター多めに使います。私は。もう玉ねぎ1個分いってやりましたから結構ね、入りますよね。で、特にひき肉との割合とかもね、もうその辺はもうざっくり感覚でいきますんで、もしかしたら多すぎるかもしれません。でも別にいいです。で、これ塩入れてね。塩入れることによってこう玉ねぎの旨味がジャーっと出るんですって。はい、舞茸いきます。これね、以前ね、ちょっと包丁で外側のビニールを切ったらね、その外側のビニールのところにも菌がいますよとか言ってね、言ってくださる、心配してくださる方もいらっしゃったんですけどもね、別にその程度の菌で死ぬわけじゃなし、別に構いません。で、細かく切って、この間キノコのクリームパスタ作った時のように、ちょっとフライパンが若干汚れてますけどね、お気になさらず。キノコのクリームパスタ作った時のように、
から入りすることによってこのきのこのね余計な水分を出していって、きのこのうまみだけを凝縮していくという作業を今回もします。っていうのはちょっとこのハンバーグの中できのこの水分が出てしまったらなんかビチャッとしてしまうのが嫌で、そういうふうな、きのこをから入りするという作業をいたします。このフライパンの縁の黄色気になりますね。これ卵ですね。前日か2日ぐらい前にね、このフライパンでカルボナーラ多分作ったんですよ。確か。で、そのカルボナーラのね、卵がひっついたままですね、これ、もちろんちゃんとフライパン洗ったんですけどね、外側のところがね、どうも洗えてなかったみたいですね。で、粗熱取ります。一旦ボウルに入れてね。この状態で粗熱取ります。粗熱取っておかないと熱いままミンチと混ぜると玉ねぎの熱が伝わってしまってミンチがねちょっとミンチにちょっと熱が入ってしまって良くないんですって。で粗熱取った後ひき肉入れました。これもね牛と豚なんか牛と豚が牛7豚3みたいなパックがあって、で僕もね牛と豚と半々ぐらいにしたいんですよ。僕やっぱハンバーグって合いびきの方が美味しいと思ってるタイプなので、柔らかいですしね、牛100%の肉肉しさみたいな別にいらないんですよね。柔らかいハンバーグの方が美味しいなと思うんで、牛7豚3みたいなパックプラスあと、豚のひき肉単品の少量のやつを買ってだいたいまあ5対5ぐらいに混ぜております。であともうこねますね。このいやらしい音を立ててこねます。でちょっとね最初ちょっと柔らかいかなみたいな玉ねぎもねきのこも入ってちょっと柔らかいかなと思ったんですけど、獣きましたね。思ったんですけどやっぱこねてるうちにねだんだんとまとまってきます。である程度混ぜていい感じになってきたら成形していきたいんですけれども、ピントが地獄でしたね。はい、ピントが終わってました。これねいつもこのフォーカスをマニュアルでやってるんですけどね、ここだけなんかオートフォーカスにしてしまったらオートフォーカスが終わってましたね。なんかぼかしの中でパン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 言うてますからちょっとエロいですね。ペタ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 空気を抜いてこんな感じになりまして焼いていきます。ちょっとね玉ねぎのが入ったりとかしてますんで柔らかめですけどなんとか、成形して形を保つことができてましてですね大丈夫そうですね。一旦蓋をしてゆっくり焼いていきます。で焼いてる間にですねパンの方を一応セッティングしておきます。これ1枚のパンなんかイギリスパンって書いてますけどなんかなんなんですかね、何をもってイギリスとしてるのかちょっとわからないですけど、はいなんか成分なんでしょうかね。僕はパンにそんなに詳しくないんでよくわかりませんけど、これ2枚に切りましてこれに挟んでいこうと。でレタスですね。レタスを一応ねちょろっと引いて、正直そんなにどうしても必要でもないんですけど一応雰囲気もんなんでね一応レタスを置いてここにハンバーグを置こうという魂胆でございます。いい感じに焼き上がっているのではないでしょうか。ひっくり返してみましょうか。いい感じですね。あとはケチャップとウスターソースのソースを煮詰めたやつを絡めて挟んで完成。
うん